幽霊、江戸川乱歩。辻堂のやつ、とうとう死にましたよ。腹心の者が多少手柄顔にこう報告したとき、平田氏は少なからず驚いたのである。もっともだいぶ以前から彼が病気で床についたきりだということは聞いていたのだけれど、それにしても自分をうるさく付け狙って仇を討つことを生涯の目的にしていた男が、キャツの土手っ腹へこの担当をぐっさりと突き刺すまでは死んでも死にきれないと口癖のように言っていた辻堂が、その目的を果たしもしないで死んでしまったとはどうにも考えられなかった。本当かね。平田氏は思わずその腹心の者にこう問い返したのである。本当に何にも。私は今あいつの葬式の出るところを見届けてきたんです。念のために近所で聞いてみましたがね、やっぱりそうでした。親子二人暮らしの親父が死んだのですから、息子のやつかわいそうに泣き顔で棺のそばへついていきましたよ。親父に似合わない。あいつは弱虫ですね。それを聞くと平田氏はがっかりしてしまった。屋敷の周りに高いコンクリート塀を巡らしたのも、その塀の上にガラスの破片を植え付けたのも、門長屋をほとんどただのような家賃で巡査の一家に貸したのも、屈強な二人の書生を置いたのも、夜分はもちろん昼間でもやむを得ない用事のほかはなるべく外出しないことにしていたのも、もし外出する場合には必ず書生を伴うようにしていたのも、それもこれも皆ただ一人の辻堂が怖いからであった。平田氏は一代で今の大寝台を作り上げたほどの男だから、それは時には随分罪なこともやってきた。彼に深い恨みを抱いている者も二人や三人ではなかった。と言ってそれを気にする平田氏ではないのだが、反狂乱の辻堂老人ばかりは、彼はほとほと持て余していたのである。その相手が今死んでしまったと聞くと、彼はほっと安心のため息をつくと同時に、なんだか張り合いが抜けたような寂しい気持ちもするのであった。その翌日、平田氏は念のために自身で辻堂の住まいの近所へ出かけて行って、それとなく様子を探ってみた。そして腹心の者の報告が間違っていなかったことを確かめることができた。そこでいよいよ大丈夫だと思った彼は、これまでの厳重な警戒を解いて、久しぶりでゆったりした気分を味わったことである。詳しい事情を知らぬ家族の者は、日頃陰気な平田氏がにわかに快活になって、彼の口からついぞ聞いたことのない笑い声が漏れるのを少なからずいぶかしがった。ところが、この彼の快活な様子はあんまり長くは続かなかった。家族の者は今度は前よりも一層ひどい主人公の憂鬱に悩まされなければならなかった。辻堂の葬式があってから3日の間は何事もなかったが、その次の4日目の朝のことである。書斎の椅子にもたれて何心なくその日届いた郵便物を調べていた平田氏は、たくさんの封書やはがきの中に混じって一通のかなり乱れてはいたが確かに見覚えのある首席で書かれた手紙を発見して青くなった。この手紙は俺が死んでから貴様のところへ届くだろう。
貴様は定めし、俺の死んだことを小躍りして喜んでいるだろうな。そして、やれやれ、これで安心だと、さぞのうのうした気でいるだろうな。ところが、どっこいそうはいかぬぞ。俺の体は死んでも、俺の魂は貴様をやっつけるまでは決して死なないのだからな。なるほど。貴様のあのバカバカしい用心は、生きた人間には効き目があるだろう。確かに、俺は手も足も出なかった。だがな、どんな厳重な締まりでも、スーッと、煙のように通り抜けることのできる魂というやつには、いくら貴様が大金持ちでも、策の施しようがないだろう。おい、俺はな、身動きもできない大病にとっつかれて寝ている間に、こういうことを誓ったのだよ。この世で貴様をやっつけることができなければ、死んでから怨霊になって、きっと貴様を取り殺してやるということをな。何十日という間、俺は寝床の中でそればっかり考えていたぞ。その思いが通らないでどうするものか。用心しろ。怨霊のたたりというものはな、生きた人間の力よりも、よっぽど恐ろしいものだぞ。筆跡が乱れている上に、漢字の他は全部カタカナで書かれていて、ずいぶん読みにくいものだったが、そこにはだいたい右のような文句が記されていた。言うまでもなく、辻堂が病床で審議しながら魂を込めて書いたものに相違ない。そしてそれを自分の死んだ後で息子に投函させたものに相違ない。何をバカな。こんな子供騙しの脅し文句で、俺がビクビクするとでも思っているのか。いい年をして。さては奴も、病気のせいでいくらか猛録していたんだな。平田氏は、その場では、この死人の脅迫状を一生に付してしまったことだが、さて、だんだん時が経つにつれて、何とも言えない不安がそろそろと彼の心に湧き上がってくるのをどうすることもできなかった。どうにも防御の方法がないということが、相手がどこからどんな風に攻めてくるのだか、まるでわからないことが少なからず彼をイライラさせた。彼は夜となく昼となく、気味の悪い妄想に苦しめられるようになった。不眠症がますますひどくなっていった。一方においては、辻堂の息子の存在も気がかりであった。あの親父とは違って気の弱そうな男にまさかそんなこともあるまいが、もしや親父の志を継いでやっぱり俺を付け狙っているのだったら大変である。そこへ気づくと、彼は早速以前辻堂を見張らせるために雇ってあった男を呼び寄せ、今度は息子の方の監視を命じるのであった。それから数ヶ月の間は何事もなく過ぎ去った。平田氏の神経過敏と不眠症は容易に回復しなかったけれど、心配したような怨霊のたたりらしいものもなく、また辻堂の息子の方にも何ら不穏の形成は見えなかった。さすが用心深い平田氏も、だんだん無益な取り越し苦労をバカバカしく思うようになってきた。ところが、ある晩のことであった。平田氏は珍しく、たった一人で書斎に閉じこもって何か書き物をしていた。屋敷町のことでまだ宵のうちであったにもかかわらず、あたりは嫌にしんと静まり返っていた。時々犬の遠吠えが物寂しく聞こえてきたりした。これが参りました。突然書生が入ってきて、一封の郵便物を
彼の机の端に置くと黙って出て行った。それは一目見て写真だということが分かった。10日ばかり前にある会社の創立祝賀会が催された時、発起人たちが顔を揃えて写真を撮ったことがある。平田氏もその一人だったので、それを送った者に相違ない。平田氏はそんなものに対して興味もなかったけれど、ちょうど書き物に疲れて一服したい時だったので、すぐ包み紙を破って写真を取り出してみた。彼はちょっとの間それを眺めていたが、ふと何か汚いものにでも触った時のようにポイッと机の上に放り出した。そして不安らしい目つきで部屋の中をキョロキョロと見回すのであった。しばらくすると彼の手がおじおじと今放り出したばかりの写真の方へ伸びていった。しかし広げてちょっと見るとまたポイッと放り出すのだ。2度3度この不思議な動作を繰り返した後で、彼はやっと気を落ち着けて写真を熟視することができた。それは決して幻影ではなかった。目をこすってみたり、写真の表を撫でてみたりしても、そこにある恐ろしい影は消え去りはしなかった。ぞーっと彼の背中を冷たいものが這い上がった。彼はいきなりその写真をズタズタに引き裂いてストーブの中に投げ込むと、ふらふらと立ち上がって書斎から逃げ出した。とうとう恐れていたものがやってきたのだ。辻堂の執念深い怨霊がその姿を現し始めたのだ。そこには7人の発起人の明瞭な姿の奥に、朦朧としてほとんど写真の表面いっぱいに広がって、辻堂の不気味な顔が大きく大きく映っていたではないか。そしてそのもやのような顔の中に真っ黒な2つの目が平田氏の方を恨めしげに睨んでいたではないか。平田氏はあまりの恐ろしさにちょうど物に怯えた子供のように頭から布団をひっかぶって、その晩はよっぴてブルブルと震えていたが、翌朝になると太陽の力は偉いものだ。彼は少しばかり元気づいたのである。そんなバカなことがあろうはずはない。ゆうべは俺の目がどうかしていたのだ。強いてそう考えるようにして、彼は朝日のカンカン照り込んでいる書斎へ入っていった。見ると残念なことには写真は焼けてしまって跡形もなくなっていたけれど、それが夢でなかった証拠には写真の包み紙が机の上にちゃんと残っていた。よく考えてみると、どちらにしても恐ろしいことだった。もしあの写真に本当に辻堂の顔が写っていたのだったら、それはもう例の脅迫状もあることだし、こんな不気味な話はない。世の中には利害の利というものがないとも限らないのだ。それともまた、実は何でもない写真が平田氏の目にだけあんな風に見えたのだとしても、それではいよいよ辻堂の呪いにかかって気が変になり始めたのではないかと、一層恐ろしく感じられるのだ。2、3日の間というもの、平田氏は他のことは何も思わないで、ただあの写真のことばかり考えていた。もしやどうかして同じ写真屋で辻堂が写真を撮ったことがあって、その種板と今度の写真の種板とが
二重に焼き付けられたでも言うことではないかしら。そんなバカバカしいことまで考えて、わざわざ写真屋へ使いをやって調べさせたが、無論そのような手落ちのあろうはずもなく、それに写真屋の台帳には辻堂という名前は一人もないことも分かった。それから1週間ばかり後のことである。関係している会社の支配人から電話だというので、平田氏が何心なく卓上電話の受話器を耳に当てると、そこから変な笑い声が聞こえてきた。遠いところのようでもあり、そうかと思うと、すぐ耳のそばで非常な大きな声で笑っているようにも思われた。こちらからいくら声をかけても、先方は笑っているだけだった。もしもし、君はバツバツ君ではないのかね。平田氏が癇癪を起こしてこう怒鳴りつけると、その声はだんだん小さくなって、と、スーッと遠くの方へ消えていった。そして、何番、何番、何番、という交換手の甲高い声がそれに変わった。平田氏はいきなりガチャンと受話器をかけると、しばらくの間じっと一つところを見つめて身動きもしないでいた。そうしているうちに何とも形容できない恐ろしさが心の底からじりじりとこみ上げてきた。あれは聞き覚えのある辻堂自身の笑い声ではなかったか。平田氏はその卓上電話機が何か恐ろしいものででもあるように、でもそれから目を離すことはできないで、後じさりにそろそろとその部屋を逃げ出すのであった。平田氏の不眠症はだんだんひどくなっていった。やっと眠りについたかと思うと、突然気味悪い叫び声を立てて飛び起きるようなこともたびたびあった。家族の者は主人の妙な様子に少なからず心配した。そして医者に診てもらうことをくどく勧めた。平田氏はもしできることなら、ちょうど幼い子供が怖いよと言って母親にすがりつくように誰かにすがりつきたかった。そしてこの頃の怖さ、恐ろしさをすっかり打ち明けたかった。でもさすがにそうもなりかねるので、何、神経衰弱だろう。と言って家族の手前を取り繕い、医者の診察を受けようともしなかった。そしてまた数日が過ぎ去った。ある日のこと、平田氏の重役を務めている会社の株主総会があって、彼はその席で少しばかりおしゃべりをしなければならなかった。その半年の間の会社の営業状態はこれまでにない好成績を示していたし、他に別段心配するような問題もなかったので、ただ通り一遍の報告演説をすればことは済むのであった。彼は100人近くも集った株主たちの前に立って、もうそういうことには慣れきっているので、至極板についた態度口調で話を進めるのであった。ところが、しばらくおしゃべりを続けているうちに、無論その間には聴衆である株主たちの顔をそれからそれへと眺め回していたのだが、ふと変なものが目に入った。彼はそれに気づくと、思わず演説を止めて、人々が怪しむほども長い間、黙ったまま棒立ちになっていた。そこにはたくさんの株主たちの後ろから、あの死んだ辻堂と寸分たがわない顔がじっとこちらを見つめているのだ。上述の事情でござりまして、平田氏は気を取り直したように一段と声を張り上げて
演説を続けようとした。だがどうしたものか、いくら元気を出してみても、その気味の悪い顔から目をそらすことができないのである。彼はだんだんうろたえ出した。話の筋もしどろもどろになってきた。するとその辻堂と寸分たがわない顔が、平田氏の狼狽をあざけりでもするように、いきなりにやりと笑ったではないか。平田氏はどうして演説を終わったか、ほとんど無我夢中であった。彼はひょいっとお辞儀をしてテーブルのそばを離れると、人々が怪しむのも構わず、部屋の出口の方へ走って行って、彼を脅かしたあの顔の持ち主を物色した。しかし、いくら探してもそんな顔は見当たらないのだ。念のために一度上座の方へ戻って、元の位置に近いところから株主たちの顔を一人一人見直しても、もう辻堂に似た顔さえ見出すことができなかった。その会場の大広間は、人の出入り自由なあるビルディングの中にあったのだが、考えようによっては、偶然聴衆の中に辻堂と似た人物がいて、それが平田氏の探した時にはもう立ち去った後だったかもしれない。でも世の中にあんなによく似た顔があるものだろうか。平田氏はどう考え直してみても、それが瀕死の辻堂のあの恐ろしい宣言に関係があるような気がしてしようがなかった。それ以来、平田氏はしばしば辻堂の顔を見た。ある時は劇場の廊下で、ある時は公園の夕闇の中で、ある時は旅行先の都会の賑やかな往来で、ある時は彼の屋敷の門前でさえ、この最後の場合などは、平田氏は危うく卒倒するところであった。ある夜更けによそから帰った彼の自動車が今門を入ろうとした時だった。門の中から一つの人影がスーッと出てきて自動車とすれ違ったが、すれ違う時に実に瞬間の出来事だった。その顔が自動車の窓からひょいと覗いたのである。それがやっぱり辻堂の顔だった。しかし玄関に着いて、そこに出迎えていた書生や女中などの声でやっと元気を回復した平田氏が運転手に命じて探させた自分には、人影はもうその辺には見えなかった。ひょっとしたら辻堂のやつ生きているのではないかな。そしてこんなお芝居をやって俺を苦しめようというのではないかな。平田氏はふとそんな風に疑ってみた。しかし絶えず辻堂の息子を見張らせてある腹心の者からの報告では、少しも危むべきところはなかった。もし辻堂が生きているのだったら、長い間には一度くらいは息子のところへやってきそうなものだが、そんな気振りも見えないのだ。それに第一おかしいのは、生きた人間にあんなにこちらの行く先がわかるものだろうか。平田氏は普段から秘密主義の男で、外出する場合にも召使いはもちろん、家族の者にさえ行く先を知らさないことが多かった。だから例の顔が彼の行く先々へ現れるためには、絶えず彼の屋敷の門前に張り込んでいて、自動車の後をつけるほかはないのだが、その辺は寂しい場所で、他の自動車が来ればそれに気のつかぬはずはなく、また自動車を雇うにも近くに帳はとてもないのだ。と言ってまさか徒歩で後をつけるわけにもいくまい。どう考えてみてもやっぱりこれは怨霊のたたりと思うほかはなかった。それとも俺の気の迷いかしら。だがたとえ気の迷いであっても恐ろしさに変わりはなかった。彼は果てしもなく思い惑った。
ところが、そうしていろいろと頭を悩ましているうちに、ふと一つの妙案が浮かんできた。これならもう確かなもんだ。なぜ早くそこへ気がつかなかったのだろう。平田氏はいそいそと書斎へ入っていって筆を取ると、辻堂の郷里の役場へ当てて、彼の息子の名前で戸籍謄本家父願いを書いた。もし戸籍謄本の表に辻堂が生きて残っているようだったら、もう閉めたものだ。どうかそうあってくれるようにと平田氏は祈った。数日経つと役場から戸籍謄本が届いた。しかし平田氏のがっかりしたことには、そこには辻堂の名前の上に十文字に主線が引かれて、長欄には死亡の年月日、時間と届け書きを受け付けた日付とが明瞭に記入されていた。もはや疑う余地はないのだ。